で、少年 C 級のゆっきゅんです。よろしくお願いします。りゅうあんです。よろしくお願いします。で、少年 C 級っていうのは、まずでっていうのが映画っていう意味がある言葉で、で、少年っていうのは少年ナイフっていうバンドから取ったもので、あと C 級っていうのがなんだあれです。アマチュア無線の C 級ってやつをグッてやったやつらしいです。我々が考えたわけではありません。映画をモチーフにしたコンセプトのグループです。そうです。架空の映画のサウンドトラックを歌っているグループです。それはもともと最初結成した時はすごく曲が少なかったので、なんかその最初でも15分とかかな、でも20分とか30分とかのステージって、曲で言うと30分ってなんか普通曲だけやると多分 6曲とか必要なんですけど、最初そんななかったので、別に時間を埋めるためってわけじゃないですけどなんかそういう最初曲が少なかった時に曲と曲の間にお芝居が入るっていうので、全部台本は長田さんっていう演出の方が考えてくれてるんですけど、そういう形で曲が増えてもずっとそれでやってます。やっぱ映画モチーフなんで、映画的なっていうか、曲と曲の間でなんかお芝居朗読したりとかするのってやっぱ私たち特有のものなので、なんか私たちにしかできないこととかもやってて、なんだろう。そうですね。なんか緊張感が持続するようななんだろうな、ずっと曲やって次の曲準備してとかそういう感じじゃないので、ずっとその間も見られてるというか、そういう演じている状態なので、そういう一つの物語の中の出来事として曲も芝居も見えるようにっていうのもあるし、あとはこう何度も何十回も聴いてる曲でもそういう毎回違う台本でやっているので、毎回違う物語の中で曲が出てくる。同じ曲を聴く時もこう違う物語の中でそういう別の曲のような表情を見せられるようにっていうのはずっと意識してますね。毎回台本変わるんですね。そうなんですよね。結構そうすると、お客さんとしてはもちろん毎回違うライブ見れるから嬉しいと思うんですけれど、覚えるの大変じゃないですか？でもなんか慣れました。慣れだね。そんなセリフそんな覚えると、いやでも多分大変だと思います。でもなんか最初の頃とか結成当初とかはなんか覚えるセリフとか多かったけど、最近はなんかもうほとんどボイスオーバーで流れる形式なので、そんなにっていうのもあるし、多分普通に慣れたっていうのが大きい気がします。そう、今のステージも他の人が急にやれって言われても多分そうですよね。ってなると思います。頭パンクする。歌ってる場合じゃなくなるっていう。そうですね。なんかバンドが結構聞くんですけど、なんかおとぎ話とか、あとなんだろう、最近海外のだとなんかアルカっていうベネズエラのアーティストハマってて。強い。なんか強くない？強いんです。強くない？ベネズエラのアーティストとハマってるって。もうなんかもう精神がもうなんかコテコテにギャルみたいな方なんですけど、男性の方なんですけど、すごい好きですね最近は。なんか海外のなんか音楽最近聴くようになりましたね。私はもっぱら J-POP 生まれ J-POP 育ち J-POP に死んでいく感じなので、ずっと女性歌手歌姫が好きですね。ディーバが好きですね。今なんだろう、現役でライブに通ってるみたいなので言うと大森聖子さんとかだし、なんか一生浜崎あゆみ好きだし、そうですね、なんか歌姫と呼ばれるような日本人の歌手の歌は網羅的に聴いてきたって感じですね。なるほどです。そうですね、ディーバ伝わります。そうですね。なんかチェコの映画とか結構好きで、なんかヤンシュバンクマイエルとか、なんだろう、好きな映画
羊たちの沈黙とかもめちゃくちゃ好きで何回も見るんだよね。何回も見て DVD 買ったらもう繰り返し見てますね。最近ホドロフスキーを見始めてエンドレスポエトリー見たんですけど、あれなんかすごい人生って感じがしてすごい良かったですね。ユッキーなんか特書出てた。なんか特書出たけど全然なんかよくわからんものが好きで、私はよくわからんもの、みんな周りの人が好き。てかなんか違う、好きなんだけどなんか自分が受け止めきれない自分の言葉で語ることがもできないですけど、すごいですよね。好きな監督とかで言うと日本の大和由紀監督っていう監督がすごく好きでとか、海外の監督で言うとグザビエ・ドランとかエリック・ロメールとかも好きだし、あとはビスコンティとかも好きですね。私はなんだろう、友達なんか一つ前になんか入ってたグループがあって、解散しちゃったんですけど、なんか友達がなんか誘われてなんか入りませんかみたいな感じで、レオンちゃんもよかったらなんか話でもだけでもいいから聞かないみたいな感じで最初行って、でコンセプトがすごい好きだったのでなんか入ってそのままアイドルになったってきっかけで、解散して、電子書に声かけてもらって今こんな感じで活動してる感じですね。なんかアイドルなんかもともとそんな詳しくもなかったんですけど、なんかそういうきっかけがあってアイドルになったって感じですね。ゆきさんは？私はもう子供の時から中学生ぐらいの時からすごいアイドルが好きで、その時はハロプロがすごい好きで、今も好きですけど、で高校生の時はアイドルがめちゃくちゃ流行った時代だったので、日本で AKB が流行ったおかげでいろんなアイドルが出てきて、でそれで電波組とかほんといろんなアイドルを田舎で聴ける、田舎で知れる範囲のものをたくさん聴いていて、でその時は別になりたいっていう気持ちとかそんななかった、歌うこととかすごい好きだったんですけど、で東京に出てきてからなんかやりたい人なのかも自分はって思って、まずなんか一人でできることをいろいろやっていて、で少年 C 級の募集みたいなのがやりますみたいな出た時に、自分映画も好きだしこれだったらやりたいかもなと思って、それまでグループでの活動はしてなかったんですけど、応募というか連絡して、決まりましたって感じです。完全に初めての活動だったんですね。なんかでもライブとかはしてました、一人で。何も意識しないようになんか意識のしようがないというか、なんかやること自分ができる表現をやるだけなので、特にだからお客さんは可愛い若い女の子を見に来ている人が多い。知らなくても知ってるグループがあってきても他にも若い女の子が出てくるつもりで見てる人が多いから、最初は結構なんか大丈夫なのかなって自分大丈夫なのかなと思ってたけど、なんですかね、なんかやるべきことをやっていたら何も気にならなくなりましたねそういうなんかちゃんと見てくれるしお客さんも、オフの時連絡はなんか必要があればなんか別にそんなずっとやり取りしてるとかじゃないけど、なんかこういう展示あるよとか、そう結構趣味が共通してたりするので、可愛いものが好きだったり可愛い絵とかそういうのが好きだったりするから、そういうのの話とかをしたり、でも別にずーっと何でも言ってるって感じではないけど、でもなんか会ってる時はずっと何でも言ってるよね、っていう感じ仲はすごく良くて、プライベートでしたいこと、旅行じゃないの？旅行行きたい。なんかコロナでどこも行けなくてきつかったから、来年大丈夫そうだったら旅行行きたいですね。2人ともなんか喫茶店とかがすごい好きだから、昔の古い喫茶店もねもうどんどん閉まっちゃうので、行けるうちに行きたいですね。なんか地味なとこでいい去年はね関西に旅行とかも行って、そうなんですよ、太陽の塔の中身見たりとか、いろんな喫茶店行ったりとかねしたね。いいですね。
そんな感じで仲いいですね。ギュンじゃないとダメな感じで私は思っててまたそれはお互いもう絶対思っていることなんですけど、やっぱこの2人だからデート少年誌球が成り立ってるなって最近思ってて私プライベートでも仲がいいし、なんか本当出会えたことが運命なんだなって最近すごい身に染みて感じてますね。本当に素晴らしいんですよ私もそんな感じなんですけど、結構不本意なことはできない、不本意なことは続けられないタイプなので、最初もともと2人組になるっていう予定でもなくて、はい、もう最初に集まったのはこの2人で、で何人か入れようかみたいなことも考えたけど、結局この2人の間に入る人がいないみたいな感じで2人でいるのもしっくりしてきたって感じでずっと2人でやってるんですけど、そうですね、なんかもう一人がルアンちゃんじゃなかったら多分きついですよね、きついですよねって言ってもきついかなって思うっていうか、すごく大切に思いますね。ありがとうございます。ここまででも世界観しっかりしてるとやっぱもう一人の方が同じのって難しいですよね。そうですね、3人揃うっていうのはなんか迷うような人とは無理だと思いますね。あみたいな、なんかこの人ねっていう、なんかすごい全員にとっての満場一致の正解みたいな人がもし来ることがあれば全然あり得るのかもしれないけど、誰がいいかなみたいな思ってる場合で入れてもなんかその人が不幸な感じがしますね。じゃあ結構お互い初対面で会った時に一緒にやっていけるなみたいな印象はあったんですかね。やってるうちにって感じ。そうですね、いや別に最初疑問があったわけじゃない、なんかこんな可愛らしいなんか発光してる女の子がいるみたいな感じだったんですけど、そうですね、なんかでも2人じゃなきゃダメとか、この2人だからすごいいいなみたいに思ってもらえるように自分も結構努力したところはありますね。イタリアですかね。満場一致でイタリアということで。イタリアっていうのはねずっとありますけど。理由は何でしょうか。イタリアだから普通に行きたい。海外行ったことないんですよね。ないなくて、普通にあらゆるところに行きたいと思ってるけど、まず旅行とかだとしてもヨーロッパにユッケンが行ったことないのはちょっと経歴詐称っていうか逆になんか説得力がないよって感じだから、美術館にも行きたいしオペラ座とかも行きたいし、行きたいですね。ヨーロッパですね、イタリアっていうのは日本のアイドルを好きな人はいるんですか？どうですかね。イタリアには日本のアイドル好きな人って結構いるんですか？増える。これから私たちが増やします。今はちょっと勉強、日本のアイドル勉強。例えばこれのインタビューは。そしたらちょっとカメラに向かってアピールしたらもしかしたら遠征の仕事とかいただけるかもしれないので。イタリア語を勉強してきたらよかった。翻訳されるので日本語でも。イタリアに行きたいですね。少年誌シネマボーイ CQ をイタリアに呼んでください。お願いします。ランちゃんでも行きたい国ありますか？これ別にイタリアの人だけが見てるわけじゃないと思うので。なんかチェコとかそれこそ行ってみたいし、フランスとかも。チェコ遠征。チェコ遠征やばいね。チェコ遠征ないと行かないでしょ。行ってみたいね。いいね、チェコ遠征。チェコだけ遠征ね。なんか台湾とかも行ってみたい。普通に行きたいよね。なんかいろんな国の人に知ってもらいたいですね。その映画もいろんな映画を題材にしてそれぞれの楽曲を作っていて、でそれはもちろん日本の映画だけじゃなくって、アメリカの映画だったりフランスの映画だったり、そういうさまざまな国の映画を題材にして楽曲を作ってそれを表現してるので、なんかそういうのでも知ってもらえたらすごく嬉しいですね。そう今までモチーフになってきた実在の方の映画としては何がありますっけ？リュミエール兄弟の列車の到着という
一番最初の映画ももちろんですし、マーズアタックっていう映画だったりとか、シェイプオブウォーターだったり、ちょっと言ってください。なんだろう、日本だとささめゆきとか、ささめゆきっていう市川崑の映画だったり、恋する惑星、恋する惑星とか。いや全然全部にあるから今言っていけばきりないですけど、結構その国にいたらその国のアレンジしたパフォーマンスも見られそうですね。ね、ちょっとやってみたいですね。いや今は普通にやっぱライブができないから、それでこうなんですかね、私たちのライブって私たちがステージにいて歌って踊って演じているのをお客さんがまあこうやって見てるって感じなんですよ。なんかこう叫び声を上げずに皆さん静かに見ているっていうスタイルでやっているので、何か今配信ライブとかが増えているお客さんが、あるいは座ってでも黙って見てるとかどっちかみたいな状況になっている中で、私たちのやってきたスタイルっていうのはそんなにこうなんだろうな、ステージ上で起こることはあまり変えなくていいというか、お客さんの声ありきだったり、でもお客さんが見ていることありきっていうのは我々ももちろんあるけれども、なんかその配信とかぎゅうぎゅうのお客さんありきでやってるところじゃない部分があるので、そういう点ではこういう状況でも今まで通りのスタイルでライブ表現ができるなっていうのはあるんですけど、アイドル業界ってことで考えるとなんか普通に接触ってができない、なんかチェキもすげえ距離取って喋らずにみたいな、そういうコミュニケーションが直接取れないっていうのはすごい大きいし、オタクは減ってるんだろうなと思いますね、アイドルオタクっていうのは。そうですね、本当に。まあでもみんな自分自身の時間を取り戻したんじゃないんですか今年、生活をアイドル中心の生活から。田園と少年 CQ のルアンです。海外イタリアとかいろいろヨーロッパとかで遠征できるようにこれから私たちも頑張っていきますのでよろしくお願いします。今コロナとかでいろいろあると思うんですけど、いつかそれをね乗り越えて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、少年 CQ のゆっきゅんです。最後まで見ていただいてありがとうございます。まあいろんな大変なことはありますが、皆さんの心に潤いを与えられるように頑張っていきます。練習を頑張りますので、これから見ていただけたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。